今から湯水のごとくガンガン増える13の方法という衝撃的な話をします。皆さんタイトルを見て驚いている人も多いと思います。今回はたとえ少ないアクセス数のブログだとしても、フォロワーがあまりいない SNS だとしても、ガンガンメルマガ登録者が増える衝撃的な真実について知ってもらうための動画です。どうも、ウェブマーケティングチームスクラボのズヤです。僕たちのところにはよくメルマガの読者が増えない、どうやって登録率を上げればいいですかみたいな質問がよく来ます。たとえ制約率が高いメルマガやステップメールだとしても、読者が少なければ大きな売り上げにはつながりませんよね。例えばメルマガ登録されたら 30% の人が10万円の商品を購入してくれる。これは本当素晴らしいメールマーケティングをしていると思いますが、そのメールの読者が3名しかいなければ、その10万円が売れるかどうかもわからなくなりますよね。逆に100名登録者がいれば、売上は30万円は確定しているようなものです。でもこの読者が集まらない状態は、単に商品が売れない以上の問題を抱えているんです。それはアクセスばかりに目を向けてしまうことです。登録者増やすにはそれしかなくないって思ってしまう時点でドツボにはまっている可能性が高いです。アクセスとはつまりブログの PV 数や YouTube でいう再生回数、 SNS のフォロワー数のことですが、これらばかりに目を向けてしまうと、アクセスの数字を追うことばかりに集中してしまって、ただただ時間と労力を無駄に使ってしまいます。もちろんアクセスを集めることがとても重要なことです。ですが今回紹介する方法は、たとえ少ないアクセス数でも読者を増やすことができる方法が盛りだくさん用意してあります。実際に今回紹介する方法を試したところ、1日10アクセスしか集めてないブログなのに、月に20人もの読者を増やすことができました。これが100アクセスだったらどうなると思いますか？そうです、200名ものメルマガ読者が増えるということですね。これはとても大きいですよね。あなたは今のアクセス数でも数倍に読者を増やす可能性があるかもしれませんね。ぜひこの動画を見てがっつりメルマガ読者を増やしていきましょう。そしてこの動画の最後には、反応率が高いメルマガシナリオを作ることができるプレゼントを用意しているので、動画を最後まで見て受け取ってくださいね。またこのチャンネルでは、ウェブ上級者にはより深く、初心者にはより分かりやすく、ウェブマーケティングの情報を発信しています。 YouTube は数多くの動画があるので、もう二度とあなたと出会うことがないかもしれません。あの動画なんだっけって必要な時に思い出せなくなる前にチャンネル登録していってください。今回紹介する方法は全部で13個もあります。全部試すとしたらなかなか大変だと思いますが、たった一つ試すだけでも効果があるものですので、ぜひ一つずつ試してみてくださいね。ここでちょっと注意点をお話ししておきます。それは実際に行動して試さないと、たとえ知識が増えたとしても何も意味がないということです。なので13個のうち1つでもいいので試してみて、この動画のコメントで何を試したか教えてくださいね。約束ですよ。1、ターゲットされたリードマグネットを用意。リードマグネットとは、リスト獲得するために非常に効果的っていうのは周知の事実です。リードマグネットとは、メールアドレスなどの個人情報と引き換えに欲しいと思わせる何かのことです。例えばテンプレートや無料配布用の動画コンテンツなどですね。このリードマグネットがなぜ重要か、それはメールリストに登録するための明確な理由をページ視聴者に与えられるからです。しかしこれには唯一の問題があります。そして多くの人が間違えてしまうこと、それは凡庸性の高いリードマグネットを使ってしまうことです。もっと詳しく話すと、ウェブサイトを視聴した全ての人に同じリードマグネットを紹介してしまうことです。ブログのスクールをやっているなら、ブログで月〇〇 PV 達成した方法のみではなく、より視聴者が抱いている悩みなどを絞ってリードマグネットを提供するべきなんです。絞る、これが重要なんですよね。例えばブログ SEO に関する記事を読んでいるとしましょう。そこで当然ブログ SEO に関する電子書籍を提供しますよね。ですがブログ SEO 記事の投稿の仕方ともっと細かく具体的な内容だとしたら、先ほどのブログ SEO 電子書籍よりもブログ SEO 投稿テンプレートの方が登録する確率が上がると思いませんか？このようにターゲットを絞ったリードマグネットを用意しましょう。2、SNS でニュースレターを売り込む。言うまでもなく SNS であなたをフォローしている人は、あなたのメルマガに登録する可能性が非常に高いです。そのためにはメール登録をお願いしなければいけません。しかし SNS でメルマガ登録をお願いするとスパム判定される可能性が上がりますし、 SNS によっては直接リンクを貼ることができない場合もあります。そこで使えるのがメルマガの内容の一部を無料で提供し、価値を提供することです。例えばこんな感じですね。具体的にはメルマガの内容の中で価値のある情報の部分だけを抜粋した SNS 投稿を作ります。リスト投稿、ステップバイステップ投稿、最も重要なポイント、これらを紹介するといいでしょう。画像や動画などを入れるとより効果的です。次に同様の価値のあるコンテンツを手に入れる方法として、メルマガ登録ができるオプトインページを紹介することで、突然売り込むよりも登録率が上がり、 SNS の評価も下がりにくくなります。3、ポップアップを大きくする。ポップアップとは、このような画像のようにサイト上に表示される登録フォームのことです。この画像のポップアップは私たちのサイトなんですが、サイズは大きめで
画面全体を占めるようにしています。こんなに大きかったらクレーム来ないと思うかもしれませんが、一度もクレームをもらったことありません。それはなぜか。実はこのポップアップはユーザーがサイトから離脱しようとした時のみ表示される設定をしているからです。なので記事を読みたいと思っている人の邪魔を一切しないようにしています。しかし全て読み終えて満足した人、何らかの理由でページを閉じようとした人、これらに表示されるようにしているので、読んでいる途中で強制的に表示されるポップアップのように不快感を与えず、違和感なく登録を促すことができるんですよね。ここで何をオファーするかはサイトによって異なりますが、どちらにしてもこの離脱時に表示されるポップアップは効果的だし、表示をする際には大きく表示をしてください。4、パスワード付きのブログ投稿を用意する。これは以前やっていたメディアで試したことなのですが、パスワード付きのブログ投稿を用意してメルマガ登録者だけがアクセスできる独占的なコンテンツを用意しました。これによってブログ投稿一覧のタイトルと説明欄を見て知りたいという衝動に駆られてくれれば登録をしたくなります。このパスワード付きのブログ投稿は動画、実践結果、チェックリストなどなど魅力的なコンテンツを用意しましょう。ブログのアイキャッチ画像に南京錠を入れてパスワード保護されていることを分かりやすくして投稿を作ります。これによってパスワードを入れないと閲覧できないということが視覚的に一目で分かるようにします。これらの投稿はメルマガリストを獲得するために非常に役に立ちます。やり方は非常に簡単で、このようにワードプレスでブログを投稿する際に公開状態の箇所にパスワード保護にチェックを入れてパスワードを設定します。続いてアイキャッチに南京錠のアイコンを入れてパスワード保護されていることを分かりやすくして投稿をするだけです。あとはメルマガ登録完了時にパスワードを教えてあげるだけです。当然の話ですが、この投稿内容は読者にとって価値があると思われるものであれば何でもいいです。正直 SEO も気にする必要はありません。訪問するユーザーにとって価値があれば大丈夫。あとはブログ投稿の際にノーインデックスを設定しておきましょう。ノーインデックスとは Google などの検索エンジンでサイトやページを表示させないようにするタグのことです。またブログで YouTube 動画を埋め込む場合は限定公開にしておきましょう。5、オプトインページを作成する。メルマガのリストに登録してほしい場合は、サイト上に一つはリスト登録を目的としたページを作成しましょう。つまりオプトインページですね。例えばスクラボではあらゆるオプトインページを用意しています。これは概要欄のスクラボのサイトで見ていってくださいね。そしてこのサイトではあらゆる記事からそのページに飛べるようにリンクしています。そしてこのポイントはオプトインページはたくさん作ること。たくさんあればあるほどリスト登録数は上がるんです。ただし一つのウェブサイトからの場合です。そして余分なリンクはつけないようにしましょう。ユーザーはあまりにも選択肢が多いと迷ってしまいますので、これを徹底するだけで登録率を 10% 以上維持することができるはずです。6、ランディングページの AB テスト。オプトインページやニュースレターの LP はリスト獲得するための重要なページです。そのページの制約率を向上させるためにはできることは何でもすべきです。絶対にやるべきことがあります。それは AB テストを行うことです。例えばヘッドコピー、モックアップ画像、LP の順番、コード喚起などを A のパターン、B のパターンと2パターン用意して、どちらが制約率が高いのか、それをテストすることが AB テストです。これは私たちが使っているシステム Google Optimize を使うととても簡単にテストを行うことができます。通常 AB テストをする場合、2つのページを作成しないといけません。しかしこの Google Optimize だと1つのバージョンをカスタムしてランダム表示してくれるのでとても楽なんですよね。そして私たちは以前モックアップ画像を変えた2つのオプトインページの AB テストを行いました。画像を変えただけです。ここでのポイントは複数の目的でやらず、例えばヘッドコピーのテスト、これをすると決めたならそれ以外は変更しないようにしましょう。1回のテストで1箇所だけ、これを絶対のルールにして AB テストを行いましょう。その結果 1.5 倍登録率が上がりました。テストをしなければ何がダメなのか、何が良かったのか、それは分からず、どう修正すればいいかも分からなかったでしょう。7、具体的な提案をする。これはちょっと曖昧ですよね。あなたが思う具体的な提案とは何ですか？一度動画をストップして考えてみてコメントしてみてください。さて、どんな答えですかね。どれも正解かと思いますが、ここで私が言っている具体的な提案とは、具体的な約束をして登録を促すようにしましょうということです。私たちがブログを始めた頃、他のブログ運営者と同じように読者を集めていました。これは最新情報入手、ブログでは公開されていない情報といった漠然としたメリットしか提示していなかったのです。その結果、1日の登録者数は5件しかありませんでした。しかし、何が得られるかを具体的に伝えることで、登録数は1日15件になりました。例えば、このようなページです。具体的に何を得られるかを明確に伝えて登録を促すのです。さらに、ターゲットを特化しているクライアントのゆいさんは、開封率は驚異の 40% 超え。常に安定しています。8、社会的証明を使いこなす。
社会的証明はあらゆるマーケティング活動に効果を表してくれます。その中でも社会的証明はユーザーが何らかのリスクのある行動をする際に特に重要視されています。例えば購入をする、メールアドレスを登録するなどですね。そして社会的証明を活用してメルマガ読者を増やす方法はいくつもあります。例としては行動を喚起させる場所に登録者数を入れていたり、使用している媒体や取引先のロゴ、また読者の人からの推薦を掲載することもできます。この3つの方法はどれも効果的です。そのためあなたが使える社会的証明は徹底的に使い倒しましょう。9、コンバージョン率を上げるページに最適化。実は今度のウェブページはうまくリスト登録につなげられていません。私たちもそうでした。昔の私たちのブログメディアはこのようなものでした。このデザインによってユーザーはアクセスをしやすくはなりました。でもメルマガ読者の登録率は低かったです。制約率は 1% 以下。これはどう考えてもよくありません。そこで今回は新しいホームページのデザインを変えてみました。トップページから登録ページにすぐ移動できるようにアーカイブページにも登録フォームを用意し、サイト全体を見込み顧客を集められるようにしています。10、コンバージョン率の低いページを改善。どんなサイトでもうまくリストを獲得できないページはいくつもあります。そういったページのコンバージョン率、つまり登録率を向上させると、サイト全体のコンバージョン率が2から 3% 向上する可能性があります。下手をすれば 10% 以上向上する可能性もあります。方法は今から紹介しますね。まずは Google Analytics にログインします。そしてサイドバーでコード、サイトコンテンツ、ランディングページに移動します。そして一覧をチェックして他のサイトよりもコンバージョン率が悪いページを特定します。そして実際にそのページをチェックしてみてください。登録フォームはあるかないか、リードマグネットを魅力的にできないか、ポップアップは設置しているか、これらを見ていきましょう。例えばポップアップがオフになっているならば、オンにするだけでコンバージョンを得ることができるでしょう。これだけでコンバージョン率が上がるならやらない意味は分かりません。11、コンバージョン率の高いページにアクセスをより多く流す。これは非常にシンプル。あなたに必要なことはサイト上でコンバージョン率の高いページを見つけることだけ。そして次にウェブサイトの訪問者をコンバージョン率の高いページに誘導する方法を考えます。例えばリンク誘導する、ピックアップ記事にする、検索順位を上げる、検索連動型広告に出稿、ナビゲーションに入れるなどなど方法はたくさんあります。まずはピックアップしてコンバージョン率の高いページにアクセスを集めましょう。12、メール転送を誘導する。もしあなたが既存のメルマガ読者を持っている場合、その読者が新たな読者を連れてくる可能性もあります。そのため彼らにあなたのメールを友人に転送してもらう必要があります。実はこれ意外と自然に起きるんですよね。そしてちょっとした誘導が火をつけて一気に広がることもあります。実際私自身もストラテジックプロフィッツというマーケティング情報サイトで紹介されていた海外の起業家リッチ・シャフレンの無料の電子書籍を気に入って、この電子書籍めっちゃいいよとオンライン起業家をやっている友人に紹介したことがあります。そしてそれを意図してやっている事例が米国のエクスプローディングトピックスというサイトのニュースレターです。ニュースレターとは定期的に配信するコンテンツのことです。そのニュースレターは購読解除ボタンのすぐ上に既存の読者にメールを紹介するように優しく促す文章が用意されています。ちょっとした文言一つで読者が紹介をしてくれるので、ぜひ試してみてください。13、相互プロモーションを行う。私たちが15年以上前に運用していたメルマガの読者数は3万人でした。しかしこの読者のほとんどは自分で集めたわけではありません。どうやって増やしたか。それは相互のプロモーションによって増えたのです。このメルマガを配信した当初は100人自力で集めました。しかし読者5000名のメルマガ発行者と関わり、利益を与えたことによって紹介してもらえて一気に2000人に増えたんです。これは非常に強力ですよね。ここで重要なポイントは自分と似ているメルマガ発行者を見つけましょう。そして見つけたら彼らに連絡をします。彼らより読者数が少ない場合は彼らに対してまずはプラスでしかない提案を用意して彼らに貢献してください。その後に紹介してもらえるか提案してください。同じくらいの場合は相互シェアの提案をするのがいいでしょう。さていかがでしたか。13個もメルマガを増やす方法を紹介しましたが、実際にやったことあることも意外とやってなかったなと思う方法もあったかと思います。この動画の冒頭でも話しましたが、実際に行動しなければ知識を得ても何も意味がないので、ぜひ一つだけでいいので試してみてください。まず行動の一歩として、この方法を試してみたい、こんな方法私はやってますよみたいなことをコメントで教えてください。これも行動の一歩で、心理学的にも手軽い行動をしたという人の方が実際に次の行動に移しやすいので試してみてくださいね。そしてこのチャンネルは他にも徹底解説、不労所得を生み出すステップメールの作り方、
これをやらないと確実に損をする〇〇がないメルマガは 100% 失敗しますといったメルマガに活かせる動画もあるので、ぜひそちらも見てくださいね。そして最後に無料プレゼントです。それは売れるメルマガシナリオのテンプレートです。これは日本よりも進んでいる米国でマーケティングのプロが作ったシナリオを日本人向けにしたものですので、より効率的にだけども効果的にメルマガが作れるようになるので、概要欄から受け取ってください。それでは次回の動画でお会いしましょう。